はい、皆さんこんにちは。コーヒーサムライです。今日はですね、ちょっと楽しみにしておりましたコーヒーミルが手元に来ましたのでご紹介したいと思います。もう結構ね、話題になってるのでもう知ってらっしゃる方多いかなと思うんですけど、ハリオさんから出ておりますゼブランというねシリーズがあります。これゼブランというシリーズは、このね黒が貴重でかっこいいんですけど、基本的にキャンプ系のねコーヒー道具といった感じで出てるシリーズなんですね。そのゼブランの中で今回ねこのコーヒーミルが出てきたんですね。こちらねゼブランコーヒーミルステンレスカッターということで、商品名にもある通り、ステンレス刃を搭載したこういったねアウトドア仕様の、なんか軽量系のねコーヒーミルが出てきました。やっぱねこのゼブランはねなんといっても僕が好きなのはこの黒基調の道具で統一してあるので、結構ねこの黒好きな方多いですよね。僕もね結構黒好きなんですけども、持っていて結構かっこいいな。今回ねこちらのゼブランのコーヒーミル、ステンレスカッターの方ですねが手元に来ましたのでご紹介していきたいなと思っております。コーヒーサムライチャンネル登録まだの方いらっしゃいましたら、ぜひチャンネル登録の方よろしくお願いいたします。それでは皆様ご唱和ください。コーヒーは自由だ。行ってみよう。特徴的なねことをね見ていければと思います。あと引き目ですね、ちょっと見ていければと思います。でこういったねコーヒーミル出てくると皆さんね結構注目を集めるのがやっぱり刃だと思うんですよね。今回ハリオさんが、ステンレスバーのねこういった機種を出してきたということなんですけど、説明書にもね書いてあるんですけども、ここね見ると分かります。共同開発ミノスって書いてますよね。はい、これね実はねミノスというメーカーがねあるんですよ。これ以前ね僕もミノスライトとかね、マニュアルグラインダーなんてねこう引き目をねこう大まかに調整してやるタイプのミルとか、結構ね面白いコーヒーミルを出しているメーカーさんなんですね、このミノスというところは。そことハリオさんがタッグを組んで作ったのが今回のこのゼブランのコーヒーミルですね。ステンレスカッターということになるんですね。書いてますね、こうやって。はい、ミノスって書いてますよね、ここにね。はい、なのでこのミノスのね5枚刃の刃ということなので、何年か前から出てきましたいわゆるステンレスの高性能刃と言われる種類の刃になってるんですね。はい、ちょっとね分解してみました。これね最近はもうよく見るようになった刃ですね。この5枚刃のステンレス刃のねこういったコニカル刃なんですね。その手引きを作るステンレス系のねメーカーさんなんかはこの刃をねよく搭載してるなという印象になってきました。切れ味というかその粒度はかなりね期待できるんじゃないかなと思います。一回これね組み立てちゃいますね。やっぱコンパクトですよね、すごく。こういったねコンパクトなの僕結構好きです。でハンドルはここ外れます。で蓋がこういう風についてるわけですね。カパッと、はい、こんな感じでね外れるので、蓋をしてハンドルは別と。で今回ねここにねこうくっつけられるようになってるんですよね。こんな感じでねここに引っ掛けることができますよ。便利かなと思います。でこの表面はねこういった感じのマット調のブラックなので、これも好きな方いるんじゃないかなと思います。中はね、こんな感じになってますね。はい、で粉受けですね。これ樹脂製かな。効き目なんですけども、こういった感じで説明書に大体のレンジが書いてますね。はい、なので今日はね、このね4つの大体の引き目でこの粒度とかねそういったものを見ていきたいと思います。試し切りをねしてみたいと思います。で最後にねこの分解組み立て、清掃組み立てまでねやっちゃおうかなと思います。はい、でね引き目調整なんですけども、こういった筒型のミル大体共通してます。まず最初にこうやってねハンドルを必ずつけてくださいね。つけてひっくり返して押さえたままこの引き目調整のダイヤルを回すということなんですね。これをねつけないとこうやってねくる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 いつまでも回っちゃうので、ここはね気をつけ、初めて使う方なんかはハンドルを必ずつけるんだよってことを覚えておいてください。で一番こう右に回して時計回りですね回して回らなくなるところですね、そこが0ポイントというふうに覚えておいてください。ここから反対方向反時計回りに回していくとこれねカチッカチッとなります。このカチッカチッっていうのが1クリックというふうに数えます。なので今回ねまず細引きからやっていきましょう。15クリックのところから引いていきます。なのでこれを234563415と緩めたところが、今回のね狙った15クリックのところの引き目ということになりますね。ではこれで引いていきましょう。はい、でハンドルを1回取ります。ここの蓋を取ります。ここにね豆を入れるわけですね。
はい、ちょっとこんな感じでいただきましょうか。で蓋をしてハンドルを装着して、で引く時のコツは本体の方を回すイメージでやると力が入りやすいです。ハンドルの方だけ回そうとすると意外と力がかかっちゃうので、こう思ったらですね、この本体の方を回すイメージでやってみましょう。ではいきます。引き心地もね結構いいですよ。引き終わりました。1点補足なんですけども、こういったねコーヒーミルを初めて使う時も共通なんですけども、1回今回4回ねこうやって実際に引きましたけども、中のね汚れを清掃する、もしくは金属臭を落とすという意味合いで、2回から3回ぐらい実際に豆をひいて、今回ねこのひいたものはもったいないですけど捨ててしまうといった、初期メンテナンスというかね、そういった方法があります。気にならないよっていう方は別にやんなくてもいいです。もったいないのでね。はい、実際に引いてみました。こっちからね切りのいいところで15で20ですね。25、30といった感じですね。では順番に見ていきましょうか。一応もう説明書上の一番細かい設定にしてます。はい、こんな感じです。15クリックですね。コーヒーミルというのは大体その得意なゾーンっていうのが決まってるんですね。今回の場合はこの感じだとマキネッタぐらいからかなっていう感じですね。本当のエスプレッソ、極細パウダー何かをやりたいとかいう時はちょっときつくなってくるかなという感じです。なのでね、まずこちら使用する場合はマキネッタがいいかなというふうに僕は思います。はい、続いて20クリックのとこですね。はい、こんな感じですね。粒度という意味ではさすがねミノスの刃を使ってるなという感じはいたします。粒度ね結構揃ってますよね、ちゃんと。で微粉も少ないかなという感じです。これだったらねマキネッタでもいいですし、ドリップとかねちょっと細めの中細引きで使うドリップなんかに適していると思います。次こちらがですね25クリックのところですね。はい、ちょっと粗めな感じになってきました。中引きですねぐらいのところなので、まさしくドリップ仕様、ペーパードリップとかそういったのに適していると思います。粒度もねやっぱさすがという感じですよね。結構揃ってると思いますね。はい、綺麗に切れてますよ。はい、で30ですねのクリック数のとこです。粗引きですね。はい、結構ねちゃんと粗く切れてますし、比較的ねこの粒度もこの粗さにしては結構ちゃんと収まってんじゃないかなと思いますね。これはフレンチプレスとかペーパーレスドリップですね、ステンレスフィルター系のものにも結構向いてる粗さかなと思いますね。私恒例の分解組み立て清掃編をやっていきたいと思います。分解というのは基本的にあんまりやんない方がいいんですよ。清掃のためにねやる場合もあるんですけども、基本ね清掃というのはこうやって外していただいて、ちょっとね粗めの方にこう緩めていただいて、例えばこれ別売なんですけど、こういったエアブロワー、カメラなんかねのやつとかでよく使うやつなんですけど、これをシュッシュッシュッと間からこうやってしまうとか、それですぐ清掃する分にはこういうので飛ばせたりします。あとはこういったブラシでねこうシャッシャッシャッと清掃していくわけですね。でこういったステンレス刃の機種に関しては基本こういった部分水洗いはやんない方がいいです。NG ですね。もしちょっと間違えてやってしまったという方はよく乾かしていただくことが重要になってきます。で、こまめにねこういうふうに清掃していけばもう毎回そんな分解して清掃することはしないでいいです。なんですけど、例えばものすごい深入りのコーヒーをやって、1ヶ月2ヶ月経ってしまったと、できれば中しっかり清掃したいなという方のためにこの動画を残しておきます。注意点としましては、必ずねパーツをなくす方って結構多いんですよ。あとパーツの向きとかがねこうものによってはあるので、その向きとかをちゃんと並べて把握しながら分解してください。じゃないとねこう分かんなくなっちゃったとか、パーツだけなくなってもう使えなくなっちゃったとかもったいないんでね、そういうのご注意ください。まず分解からやっていきましょう。ハンドルを持ったまま粗引きの方に回していきます。引き目調整ですね。そうするとはい、ある程度いくとこういうふうに外れてきます。なのでこれはちゃんとねなくさないようにしてください。で次ねこのパーツ、押さえのパーツといいますかね、これがありますね。
で内刃があるので、これブラシで清掃しますね。これを置いときます。でここからですね、まずなくしやすいのがね、まずバネが入ってるんですよ。だいたいこういったね筒型のミルというのはこういったスプリングが必ずここに入ってます。これを取り外しましょう。はい、で今回ねここのワッシャーというのが押さえは入ってないですかね、今回のこの機種に関しては。なのでこの後ポーンって飛び出すパーツというのは今回心配しなくて良さそうですね。はい、でこのように軸がこういう風になってるんですよ。なので、ちょっと上ね気をつけながら見ていきましょうか。軸を外していきます。パーツがなんか落ちないか気をつけましょうね。やっぱねあったね。蓋をこういう風に外すと、ここにほらこういうこういうワッシャーがここにありますね。これなくしやすいんでね気をつけてくださいね。これ向きありますね。なのでこれも気をつけてください。一回ここで外しちゃいましょうか。はい、こんな感じですね。本体が分離できました。これですね、外していきます。はい、このワッシャーはなくしやすいです。ハンドル側のワッシャーですね。向きは、こう見るとね分かりやすいかな。はい、ここがねちょっと出っ張ってますよね。凹凸があります。でこっちハンドル側は何もこう平らになってる感じですね。っていうのがこういう風に入ってました。なのでこれはね向きが分からなくなりやすいので覚えておいてください。はい、で分解は以上です。続いて清掃ですね。こういったエアブロワーでシャッシャッシャッとも飛ばして終わりってパターンもありますけど、こういったねブラシ、こういった硬い豚毛のねもの、エスプレッソブラシとかそういった専用のブラシがあると便利ですね。こうやって、こういうふうに取っていくわけですね。はい、で一通りコーヒーの粉を取ったということで、次組み立ていきましょうか。さっきと反対です。ではまずこのワッシャーですね、向き気をつけてください。さっき言いました平らになってる方がこっち側ですね。なのでこうつけるわけですね。で出っ張ってる方が内側というふうに覚えておくといいかもしれません。でこちら本体ですね、これをこっちですねに軸を通してはめちゃいましょうか。ここでね蓋をねでひっくり返します。スプリング、今回スプリングはどっちでも向きは良さそうですね。どっちでもいいのでここに通しておきましょう。はい、で内刃を入れます。でここねしっかりと凹凸合わせていきましょう。合わせて、ここで一回ブニョンブニョンブニョンとちゃんとバネが効いてるかどうかね。で最後ダイヤルですねを時計回りにこうやって回していくと。で一番ゼロのとこまで持ってっちゃいましょうか。もうでこれで0ポイントになりました。ここに隙間がないかねこうちゃんとチェックして OK です。で粉受けですね。これでね分解清掃組み立て編です。皆さんお疲れ様でございました。いやね、新しい機種というのはワクワクしますよね。で最近ねこういった各メーカーさん5枚刃のこのステンレス刃ですね、高性能刃を使っていろんなテーマに絞っていくっていうねこうリリースの仕方っていうのは増えてる気がしますね。今回のゼブラに関してはもうキャンプ系のシリーズなのでもうコンパクト、そしてブラックマット調ですねと、あとハンドルがねこうやって取れて蓋と分離するとかそういったね利点があるかと思いますね。なのでキャンプ道具の中にねこれをポンと入れとくというようなそういった感じに特化してるミルかなと思います。価格的にもお求めやすい価格になっているので、いいと思いますね。本日もご視聴ありがとうございました。本日の動画いかがだったでしょうか。いいねと思っていただいた方はぜひ高評価、そしてチャンネル登録の方よろしくお願いいたします。またコーヒーサムライブログ、ツイッター、インスタ、そして TikTok、そして新しいですねスレッズも今やってますので、もしねよかったらフォローしていただけると嬉しいです。それでは皆様素敵なコーヒーライフをお過ごしください。バイバイ。